どうも、ボタニカリスティクスです。はい、今日もね、またちょっと行ってきました動画なんですけど、今回はホームセンター、ジョイフルホンダ守谷店さんお邪魔しました。ジョイフルホンダの園芸センターっていうか、園芸コーナーはですね、結構ね、いいんですよ。で、いろんなホームセンター行きますけど、やっぱね、ジョイフルホンダが特にすごいかな。まあ、本当にね、でも店舗によって違うし、特に、僕がよくお世話になるのはやっぱり水保店。で、観葉植物の一番力入ってるところですよね。っていうか、水保店から始まってるでしょうね。この観葉植物関係って。実際ね、力入ってるんですよ。この間の花園フェスタにもいましたよね。来てましたよ。で、あとは、僕がお世話になるのは、群馬県の千代田とか、あと、宇都宮とか、あと、大きなところだと、そんなとこかな。いくつかあるんだけど、で、あと次に行ってるかな。今回行ったのが、その、守谷店なんですよね。で、何度か訪れてるんですけど、ここね、なかなかね、目引く植物がいつもある印象でね、ジョイフルホンダ、その、店舗によっても、全然違うんですよ。あそこはすごいの置いてるんだけど、ここ全然だねとか、そういうのはあるんですけど、守谷店はなんか良かったイメージがやっぱりあってですね、今回も、行きました。逆に言うと、そうでもないところは全然ないんですよ。だから全然行かないジョイフルとかもあるんですけど、守谷店はね、フィカス周りのね、レアなものがね、あったんですよね。最初の何回か行ってた時に。で、今回はどうだったでしょうかというところなんですよね。結論言ってしまうと、今回はあんまりなかったですよ。フィカスは盛り上がらなかったですね。そのジョイフルホンダの面白いところは、そのペットショップとかも、どこかは爬虫類が強いとか、で、熱帯魚コーナーも、こっちは熱帯魚結構いるけど、ここは全然ないとか、なんか、その、店舗によってその色がちょっと違ったりとかして、ラーメンショップみたいな感じだよね。あそこの方がギトギトしてるとか、そう、守谷店はそういう印象だったんだけど、今回はいまいちだったと。で、入り口のところに多肉がもうバーってなんかめっちゃ安いのに、今しかこんな安いのないよみたいな感じの売り方してるところがあって、そこちょっとまた多肉になっちゃうんだけど、すごく、いいなと思いましたね。で、あとですね、中入っていくと、アガベとかサボテンとか、この辺好きな人はね、もうね、必見だと思いますね。結構本当にやっぱり魅力的でしたね。ここだけじゃないんですよね。守谷店だけじゃないんですけど、ちょっと名前忘れちゃって、ちょっと上出しますけど、最近よく見るコバ、ちょっと素人なんでごめんなさい、わかんないんですけど、とかは、ジョイフルとコラボしてますよね。なんでそのコーナーがあったり、そこはね、やっぱりね、うわーってなりましたね。わーじゃない、はげーってなりましたね。ビカクシダも、これはね、毎回、いつもありますね。並んでるところがあって、それもなかなか見応えありですね。なので、まとめますと、ピカスはね、そんなに充実してるって言えなかったんだけど、ただね、カシワバゴムのね、いい曲がりのね、綺麗なのがね、バーって一番多かったかな。並んでて、あとジンかな。ジンも、ちっちゃいのはいつもね、たくさんあるんだけど、そうじゃなくて中くらいの、大きいのっていうのはなかったけど、中くらいのやつが何個かあって、それぐらいだったかな。ただね、ジョイフルホンダはね、やっぱね、目離せないんでね、次はね、ちょっとまた宇都宮とか、ちょっと瑞穂とか、その辺行きたいかなとちょっと思ってるんですけど、千代田もね、いいんだけど、ちょっと最近振るってないんでね、瑞穂とか宇都宮は毎回ちょっとわーってなるんで、またちょっと行きたいかなと思ってます。そんな感じです。じゃあ、今回はこんな感じで軽く終わりにしておきましょう。じゃあまた。